デカヌちゃんとキャプテンピカチュウ解説、ジャスパルと申します。アニポケコラボウィークで新登場となりましたデカヌちゃんとキャプテンピカチュウの性能が判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきつつ解説考察していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどあるかもしれません。その場合概要欄コメント欄にて補足訂正いたします。ご了承ください。2匹とも初心者がゲットしてもすぐに活躍してもらえそうなので、本当に始めたての方でも頼れる相棒になってくれると思います。アニポケコラボにふさわしい2匹でしょう。それでは参ります。ってことでまずはデカヌちゃんから参りましょう。デカヌちゃん、フェアリータイプの木の実が得意なポケモンでした。お手伝い時間は40分2400秒ってことで、同じくフェアリー木の実のピクシーより400秒も早いので、木の実に関しては文句なくフェアリータイプ最強のポケモンでしょう。そして個人的にめちゃくちゃ気になっていたメインスキル、エナジーチャージ M でした。シンプルにエナジーを稼ぐぜって感じで、シアン担当としてはオーダイルなんかと似たような使用感になりそうですね。初心者のうちは数値のでかいエナチャはパワー満点で使ってて楽しいです。エナジー稼ぎが主な役割となる木の実のポケモンにとっては悪いメインスキルではないんですが、エナジー稼ぎ以外の特殊効果はなく、遊びの幅が広がったりはしませんね。ポケモンたちのレベルがどんどこ上がってくると、数値的にもちょっと物足りないスキルになってしまいかねないので、基本的にはおまけと見て良さそうな気はします。ってことで本体が非常に強力なフェアリー木の実で、スキルはちょっとおまけ気味って感じなので、木の実1本のデカヌちゃん、木の実とスキルのピクシーみたいな感じで、フェアリー木の実の2匹は綺麗に差別化されてそうです。ステータス的にもかなりムシャーナとネイティオに似てるような感じですね。ムシャーナもピクシーも月の石使いますしね。ってことで、初心者でゲットしてもエナジーチャージを強く使いながらシアンの砂浜ですぐさま活躍してもらえますし、ベテランのリサーチャーにはシアン EX における出現確率アップがあるので、シアン EX では育成しやすい可能性もあり、フェアリー木の実担当としてはシンプルに強力な、そんな一匹になってくれるんじゃないかと思います。そんなデカヌちゃんのステータス、最初から改めて解説していきます。ハンマーポケモンデカヌちゃん、フェアリータイプの木の実が得意なポケモンです。本家ゲームではフェアリー鋼タイプのデカヌちゃん、本体はフェアリーってことなのか、ポケモンスリープではフェアリータイプでの登場となりました。このハンマーは手作りでアーマーガーなんかを狩るときに使うんだそうです。ポケモンチャンピオンズではひっくり返ってもアーマーガーに勝てない気はしますが、それはさておき。お手伝い時間は2400秒、相当早いですね。このスピードによって木の実の能力がかなり高くなっているようで、後ほど詳しく見ていきますが、オーダイルやドードリオと並ぶほどの木の実能力を有しています。シンプル強いフェアリーアタッカー。集める食材はトマト、カカオ、ポテト。アニメで絶対眠りバターカレーを作るようなので、それを意識してるかもしれませんね。何気にフェアリータイプでトマトとポテトを集められるポケモンはデカヌちゃんしかいないので、そういう意味でもシアン EX では貴重な存在になるかもしれません。第2食材カカオ2個がエナジーも高くて優秀ですね。あと第3食材がカカオも3つだけどポテトも3つなの、地味に納得いかないですね。計算式的にこうなっちゃうんだと思います。ポテトはフェアリー的には貴重だけど、エナジー的にはカカオの方が嬉しいやつ。カカオが今後デザート以外に使われることも期待したいです。メインスキルはエナジーチャージ M。スキルの頻度は少ないけれど強力な一撃を叩き込むスキルってことで、おそらくこれがデカハンマー要素ってことなんだと思います。デカヌちゃんの専用技デカハンマー、威力160の鋼技ですが、連続で繰り出すことができないという制約があるので、それをエナジーチャージ M でふんわり表現しているものと解釈しました。予想はハンマーで鍋拡張をしてくれるのかななんて思ってましたが、でかすぎて鍋ぶっ壊しかねないのかもしれませんね。最大所持数は30個。爆速木の実のポケモンで2進化なのでそれなりにしっかりありますが、ピクシーは34個なので、ピクシーがいかにスキル方面にも力を割いているかがなんとなくわかるような調整ですね。ゲットするために必要なフレンドポイントは20。2進化ポケモンの一般的なやつ。エナチャはスキルレベルが低くても使用感にはそこまで大きく関わってこないと思うので、直接ゲットもなしじゃないのかもしれません。いつの日かシアンスヤスヤの最強ネガオとして最終枠に入るかと思うので、出会うこともそれなりにあるかも。なお進化については、カヌちゃんからナカヌちゃんがレベル18と飴40個、ナカヌちゃんからデカヌちゃんがレベル29と飴80個。
レベル30までのポケモンは飴で育てやすくなったので、アニポケコラボウィークを最初から遊んでいれば、初心者の方でもデカヌちゃんまで育成できるかもしれないですね。レベルが上げやすくなったのを結果的に進化が早くなるので、本当に遊びやすい調整ですね。なお、前回追加されたルチャブル同様、シアン EX では他のフィールドよりも出現確率が上がっているんだそうです。これが飛行タイプやフェアリータイプだからなのか、新ポケモンだからなのかは次のポケモンを待つことになりますね。そんなフェアリー木の実最速最強の一匹、デカヌちゃんでした。皆さんの評価も教えてください。ってことでここからはデカヌちゃんの各種確率をチェックして他のポケモンたちと計算ツールで簡単な比較をしてみます。いつもお世話になっておりますレノンクスポケスリ攻略ツールさんではすでにデカヌちゃんの分析完了しているそうです。2進化のポケモンを何匹もすぐに用意して分析してるの本当に意味わかんないですよね。ってことでデカヌちゃんこんな感じだそうです。食材確率 18.5%、 スキル発動率 2.0%。 参考までにピクシーは食材確率 16.8%、 スキル発動率 4.0%、 先日強化されましたね。こんな感じになってます。ピクシーやっぱり食材の能力かなり極限まで削ってそうですよね。ってことでデカヌちゃん、食材に関してはピクシーよりも早く食材確率も高く食材のエナジーも高いってことで普通にそこそこ食材も集めてくれるみたいです。やはりシアン EX フェアリータイプのちょっとしたトマトカカオ担当として地味に嬉しい性能な気はします。そしてスキル発動率は 2.0% ってことでピクシーの半分。まあお手スピが早くスキル天井もあるので実際にスキル期待値が半分ってわけでは全くないんですが、めっちゃスキルが強いってわけではないですね。使ってくれたら嬉しいねくらい。そんなデカヌちゃん、シアンの砂浜の他の木の実のポケモンたちとざっくり比較してみました。計算ツールの設定はレベル70、食材 AAA、性格サブスキルは木の実 S のみ。元気の設定は現実的で18回復 ×4 回、睡眠時間9時間3食付きスキル天井考慮毎秒タップです。ってことで見ていくんですが、まず総エナジー。ピクシーが非常に低いんですが、これは指を振るが計算ツールで対応されていないためスキルのエナジーなしの扱いになっており、こうなってます。ピクシーお手伝いブーストとか三日月の祈りとかも使うことありますからね。この能力差を埋められるくらいにはスキルに期待できるものと思います。続いて木の実のエナジー最強なのは僅差でドードリオ。もともとドードリオはオーダイルよりも木の実の能力は上だったんですが、それくらいあるってことでデカヌちゃんやはり2400秒は伊達じゃないですね。しかもドードリオは元気チャージで寝ている間の元気も他のポケモンより少し高いので、デカヌちゃんが最強と言っても過言ではないでしょう。やはり木の実の能力は目を見張るものがありそうです。続いて食材の能力。食材最強なのはオーダイルですね。食材確率がかなり高く、木の実のポケモンとしては食材力はトップクラスです。ただしデカヌちゃんはトマトよりカカオの方がエナジーが高く、ドードリオは第2食材カカオ1個なので、デカヌちゃん食材力もぼちぼちあると考えていいかと思います。最後にスキル。エナチャのパワーではなんだかんだオーダイルの方がエナジー稼げるみたいですが、ここちょっとだけ落とし穴がありまして、スキルゲートって聞いたことございますでしょうか。1日に規定の回数スキルが発動したらその後しばらくスキルが発動しにくくなるやつ。こちら過去の動画で取り上げたこともありまして、アップデートが入ったことで現在ではスキルゲートの発動回数が20回から30回に引き上げられたという説が主力な説みたいです。おそらくこれにイベントボーナスのスキル率アップを考慮してさらに回数が上乗せされているものと思います。で、このスキルゲート、パルくらいのリサーチャーだとなかなか30回までは到達しないんですが、例えばシアン EX ではメイン木の実のボーナスが大きく、ここにさらにキャンチケがあってお手棒もりもりでスキルが得意なポケモンをたくさん編成していてってなると、熟練のリサーチャーでは結構引っかかることも多くなってきてるんだとか。そうなってくるとスキルのポケモン以外のスキルは頻度よりも一撃が重い方が嬉しいっていう環境になっていく可能性もありまして、そういう面ではデカヌちゃんのこの調整は初心者だと一撃がでかくて楽しいですし、熟練のリサーチャーには発動が控えめで嬉しいってことになるのかもしれません。まあ実際はシアン EX のメイン木の実はどれか一つなので、だからデカヌちゃんが優れてるなんてことは全くないんですが、数値以上に頻度が少ないことも悪くないかもねっていうお話でした。
まあそんなわけでデカヌちゃん、既存のポケモンたちと比べてもしっかり強いです。シアン担当としてはオーダイルやドードリューより出現フィールドが多い分飴が集まりやすい可能性があるので、新規プレイヤーでシアンの木の実担当に迷ったらカヌちゃんを探してみるのもおすすめできそうですね。まあでもみんな強いです。そんなデカヌちゃんの能力ざっくり比較でした。シアン EX においてはピクシーはピクシーでメイン木の実だとスキルレベルプラス1が嬉しかったり、木の実スキルどちらのボーナスも嬉しかったり、デカヌちゃんはフェアリーとしてはトマトが貴重だったり、そういう意味では木の実と食材のボーナスが嬉しかったり、どちらも長所があるので本当にきっちり差別化されてるなぁと感心するばかりですね。てなわけで改めてデカヌちゃんの評価もお聞かせください。フェアリー木の実の新たな選択肢デカヌちゃんでした。それでは続いてキャプテンピカチュウ参りましょう。ステータスこちら。キャプテン帽子をかぶったピカチュウ、電気タイプの木の実が得意なポケモンでした。お手伝い時間は2500秒ってことでハロウィンピカチュウと同じ。ただしメインスキルが食材ゲット S に変更されており、各種確率も少し違うらしく、木の実性能はハロピカ超えなんだとか。ってことで初心者でゲットしてもピカチュウ超えの強力なポケモンが食材ゲットの楽しさとともにお手伝いしてくれるってことで、コラボの入門ポケモンとしては本当に文句ないというか素晴らしい性能なんじゃないかと思います。一方熟練のリサーチャーにとってはさすがにライチュウでいい案件ではあるかと思うので、電気チームで無理やり食材ゲットを積みたいとか、来航チームのために探したいとか、うるせえキャップが好きなどなど、かなりピンポイントな目的のために採用されそうなポケモンと言えそうです。ハロピカとの最大の違いは、一応イベント後も若草本島で出てきてくれるらしく、やろうと思えば厳選できるっぽいことでしょうかね。そんな感じで初心者にはそれなりにおすすめできますが、帽子ポケモンはやはりめちゃくちゃ強くはしないよって感じなのかなと思いました。そんなキャプテンピカチュウのステータスもさらっと確認していきましょう。キャプテン帽子をかぶったピカチュウ、電気タイプの木の実が得意なポケモンでした。アニメのキャップとは言ってませんので、飛行テラスはできないのかもしれませんね。来航チームにとっては新たな木の実のポケモンが増える形となりました。お手伝い時間は41分40秒、2500秒で、通常ピカチュウより200秒早くハロウィンピカチュウと同じスピードです。これ普通にだいぶ強いです。集める食材はリンゴ、生姜、卵、通常ピカチュウと同じ。帽子ピカチュウは全員この食材パターンですね。この均衡はいつ破られるでしょうか。そしてメインスキルは食材ゲット S、 スキルレベル1ですが地味に嬉しく地味に強いやつですね。スキル率は極限調整されているみたいなんですが、スキルそのものは非常に強力なので、どちらかというとピカチュウ金種欲しいですね。そしてハロピカと違う点が最大所持数21個なんですが、ハロピカは18個ってことで何気に優遇されております。というかピカチュウが直接ゲットしても17プラス5の22個になったので、ハロピカが置いていかれているだけ的な感じでしょうか。ゲットするために必要なフレンドポイントは7。ここも他のピカチュウたちと変わらず無課金には地味にきついやつですね。そして帽子のピカチュウは進化することができません。キャプテンは特に世界観的に無理かもですね。といったステータスとなっております。ってことでキャプテンの各種確率もチェックしてみましょう。こちらだそうです。食材確率 17.5%、 スキル発動率 1.8%、 どっちも低め。ハロウィンピカチュウが食材確率 21.8% でスキル発動率 2.8% なので、なんやかんや切り詰めた分食材ゲットに回しましたみたいなステータスに見えますね。木の実のポケモンとしては食材確率が低いことは優秀な要素で、特に来航のお手伝いブーストチームにおいては、お手伝いブーストによるお手伝いでは食材確率が低い方が一応より多くの木の実を集めることができるので有効であると言えます。それでいうと電気木の実のポケモンではキャプテンが最も食材確率が低いので、本当にこだわる方には採用の余地があるのかもしれませんね。一応計算ツールで比べてみるとこんな感じ。条件は先ほど同様で、ライチュウの隣のピカチュウはお休みリボン2000時間です。ってことで見てみると木の実の強さはライチュウにはさすがに勝てず、2000時間ピカチュウといい勝負って感じで、ハロピカよりは本当にわずかに強いです。
一方食材は控えめで、食材ゲットについてはレベル70でもスキル期待値 1.49 回ってことで、まあ本当におまけではありますね。ただし料理がしっかり作れるならエナチャ S より評価値は上がるので、本当のガチ勢向けですが、これキャップのスキルレベル7が一番強くないまあさすがに厳選も金種も難易度が異次元なので机上論すぎますが、一応それくらいのポテンシャルはありますね。みたいな感じで、初心者帯では破格の性能で、ガチ勢が本当に突き詰めていくと採用する余地もありそうなキャプテンピカチュウでした。いかがでしたでしょうか。キャプテンはイベント後も若草本島に残ってくれそうではあるんですが、言うて若草ポケモンたちが多すぎますので、ちょっとした伝説のポケモンみたいになりそうですよね。ゲットしたい場合、アニポケコラボで全力を出してもらえたらと思います。キャプテンの評価もぜひ教えてください。といったデカヌちゃんとキャプテンピカチュウのステータス解説でした。皆さんの木の実ポケモン票、コメントお待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、動画の拡散につながりまして、めちゃくちゃ大きな支援となります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではアニポケコラボウィーク、皆さんに素敵な出会いがあることを願っております。アニメの本放送は8月21日金曜日、そちらもお楽しみに。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。